短い正月休みも終わり、世の中は日常を取り戻してきている。俺がその少年と出会ったのは、そんな平凡な日の夜だった。1月にしては暖かい夜だ。春からの就職先も決まり、あとは大学の卒業式を待つだけという今、俺はバイト三昧の日々を送っていた。今日も朝から引っ越しバイトで働き通し、ようやく部屋に帰るところだ。温かい大盛りハンバーグ弁当の入った袋を右手に、ビールとプリン、朝食用のパンが入った袋を左手に。まだ9時前だからすぐに洗濯機を回して弁当を食べながらあのアニメの続きを見て、帰宅後の計画を立てながら公園の横を通り過ぎようとした時、奥の方からどさりと音が聞こえる。その正体を探るように目を走らせると、水飲み場のすぐ横に倒れ込んでいる人影が見えた。大丈夫ですか？俺は反射的にそこに走り寄る。公園の入り口からじゃよくわからなかったけど、近づいてみると、相手は小さな男の子だった。てっきり近所のご老人か誰かだと思っていた俺は少し驚いてしまう。おい、大丈夫か？どっか痛いのか？幸いにも少年の意識ははっきりしていて、こちらを向くと小さな声でつぶやいた。お腹、お腹？お腹痛いのか？俺の声に少年は首を振る。お腹、減って転んじゃっただけ。大丈夫です。そっか、腹減ってんのか。少年を抱き起こして土ぼこりを払ってやりながら話を聞くと、空腹に耐えかねて公園の水を飲みに来たということだった。でもこんな時間だぞ。公園なんか寄らないで早く帰らないとお家の人を心配するだろ。お母さん、寝てるから。こんな時間から？夜ご飯は食べた？うん。うつむいて言葉を濁す少年。母親が夜働きに出ているとか、そういう事情なのかもしれない。父親がいたとしても。突然幼い頃のことを思い出した俺は、軽く首を振って少年に向き直った。なあ、名前は？俺は誠。鈴木誠。あの、りょうです。野口りょう。りょうくんか。じゃありょうくん、腹減ってるならこれ食わないか？お金がないからと遠慮するりょうくんに俺は続けた。金なんていいよ。これ仕事場でもらったんだけど、家にもご飯あるんだ。鍋いっぱいのカレー。今日食べないと腐っちゃうし。俺の言葉にりょうくんはごくりと喉を鳴らす。でも、もう帰らないと。じゃあ、ほら、持って帰って食べてよ。俺は袋から缶ビールだけを取り出し、残りをまとめて差し出した。でも、俺を助けると思って。な。言葉を遮るようにもう一度袋を押し付ける。りょうくんはおずおずとそれを受け取ってくれた。ありがとう。お兄ちゃん。こちらこそありがとう。気をつけて帰れよ。りょうくんは何度も振り返っては頭を下げて帰っていった。俺の手に残されたのは2本の缶ビール。帰宅後はそれを流し込み、うるさい腹の虫をごまかして眠りについた。1週間後。りょう、ただいま。まこと兄ちゃん、お帰りなさい。バイト帰りにりょうと公園で会うことは俺の楽しみの一つになっていた。
バイトを終える時間が不安定なため、待ち合わせたりはしていないが、俺がベンチに座っていれば、不思議と亮はすぐに現れる。一緒に弁当を食べた後、プリンだけはいつも大切そうに持って帰るので、必ず用意するようにしていた。仲良くなるうちに、お互いいろんなことを話した。亮は6歳で、春からは小学生。幼稚園には行っていないらしい。父親はいつの間にかいなくなり、母親と2人で今の家に越してきたんだそうだ。父親がいないのは俺も同じだと言うと少し嬉しそうにしていた。そして亮の家は俺が思ったよりも大変な事情を抱えていることが分かった。お母さんが誠兄ちゃんにお礼言いたいんだって。お家来てくれる？亮が突然そう言って俺を自分の家に連れて行こうとした。お母さん、家にいるのか？仕事は？お仕事、お家でしてるよ。亮と知らない男が会っていることが心配なのか、それとも勝手に食べ物を与えていることに怒っているのか。どちらにせよ、亮との関係を続けるためには、一度母親に会っておく方がいいんだろう。わかった。でも、ちょっと待っててな。忘れ物を取ってくるから。俺は一度コンビニに戻り、弁当やデザートを買い足してから、亮の家に向かうことにした。亮に連れられて行ったのは公園のすぐ横のボロアパート。というか、そこは俺の住む部屋のすぐ裏に立っている建物だ。俺のアパートもなかなかボロかったが、それよりもこっちの方がだいぶひどい。1階に並んだ一番奥の部屋に入る。ただいま。と元気に部屋に入る亮に続くと、痩せ細った女性が出迎えてくれた。はじめまして、亮の母です。野口静江と申します。鈴木さんにはすっかりお世話になってしまい、申し訳ありません。弱々しいが上品な口調でしっかりと挨拶する静江さん。聞けばずっと体調が悪かったらしく、すぐそこの公園に来ることも難しかったそうだ。ずっとお礼をしなければと。少しだけでお恥ずかしい限りなんですが。向かい合って座った俺に茶封筒を差し出してくる静江さん。いや、いりません。職場でもらった弁当、亮君に手伝ってもらってるだけですから。それは嘘だったし、もちろん静江さんもそれに気がついているようだった。けど、優しい嘘はついてもいいって母ちゃんが言ってたし。俺、今大学の卒業も進路も決まってバイト三昧なんです。引っ越し会社なんで時給は高いけど、すごく疲れちゃって。それを亮に、息子さんに癒してもらってます。助かってますから。今日はお母さんも一緒に食べましょう。ほんと？誠兄ちゃん、プリンある？あるぞ。亮、プリン好きだもんな。うん。いつも母ちゃんにあげるの。聞けば毎日持ち帰っていたプリンはいつも静江さんにあげていたらしい。風邪をひいた時にプリンは栄養があるからと食べさせてもらったのを覚えていたようだ。ここのところ寝てばかりだった静江さんが起き上がれるようになったのもきっと俺のプリンのおかげだと目を輝かせる亮。胸が詰まってしまった俺は食事をするのにひどく苦労することになった。静江さんは亮の父親とは少し前に離婚したそうだ。亮を産んでから体調が悪くなる一方で、産休を取っていた職場は結局退職。せめて短時間でもパートをと頑張っても思うように働けずすぐクビになってしまう。寝込む日が増えて
病院からもらう薬も増えて、そんな市税を看病することもなく、よそに女を作って、寮の父親は出て行ってしまったそうだ。離婚届を置いて。本当にこの子には苦労をかけて。満腹になり幸せそうに寝ている寮の頭を撫でながら、静江さんは話し続けた。寮も小学校に上がりますし、もっと働きたいんですけど、まずは体を治さなければいけないのに、母子手当だけでは病院にかかる余裕もなくて、なんだか悪循環で。以前の職場の上司が関係先から結婚式の石札、花束に添えるカードなんかを書く仕事をもらって静江さんに回してくれていたらしい。けれどそれも体調の悪さで少量しか受けられなくなっていたそうだ。それまで黙って話を聞いていた俺はたまらず口を開いた。苦しい時間の後ろには嬉しい時間がついてくるって俺のお母ちゃんがよく言ってました。ええ、お母様の言う通り、今は嬉しい時間です。本当に鈴木さんにはどれだけ感謝しているか。俺のことなんかじゃなくて、お母さん、生活保護とか受ける気はないですか？俺の言葉に静江さんは驚いて目を見開いた。結論から言うと、静江さんは無事生活保護を受けることができた。本人は母子家庭手当をもらっているから生活保護は受けられないと思い込んでいたらしい。前にドラマでやっていたが、内容はうろ覚えだったので、すぐにスマホで確認すると、静江さんは受給資格をしっかり満たしているようだった。審査には時間がかかるとあったが、福祉事務所からの訪問で素早く受給が決定された。病院にも連れて行ってもらえることになり、静江さんは泣いて喜んでいた。その後、俺が公園に立ち寄ることはなくなった。仕事帰りに寮の家に行くようになったからだ。静江さんは薬さえしっかりと飲み続ければ、日常生活に問題はないだろうと診断され、日に日に元気を取り戻しているようだった。今はまだ難しいですが、働けるようになったら貯金してきちんとお返ししますから。俺は曖昧に返事をしながら差し入れを続け、寮の入学用品の買い出しなども手伝った。3月のよく晴れた朝、大学の卒業式の翌日、俺は買わせてくれと伝えてあった新品のランドセルを紙袋に入れて、寮の家の玄関脇に置いた。俺と同じがいいと寮に言われたから、俺が使っていた青色にしたし、中にはお祝いのお金も忍ばせてある。一番奥の部屋だから通行人の目につくこともないだろう。俺は二人の部屋に向かって一礼し、4年間を過ごしたその町を後にした。あれから10年の月日が流れた。印刷会社の営業として働く俺は、職場恋愛の末に結婚し、子供にも恵まれていた。明るい妻とわんぱくで可愛い息子。来年の春には小学校へ入学だ。俺の毎日は平凡だが幸せに満ちていた。そんなある日の夜、俺は印刷工場の道路向かいに立っている社屋の方に戻ろうとしていた。時刻は22時を回っていて、普通ならとっくに退社していたはずだが、急遽入った作業の進捗具合を確認しに行く必要があったのだ。差し入れも喜んでもらえたし、作業も問題なし。俺は一旦帰宅して、可愛い息子の寝顔を見て、そこからの記憶はぷっつりと途切れてしまった。気がついた時には病院のベッドに寝かされていた。横には妻の早苗が泣き顔で座っていて、
周りには数人の医師と看護師がせわしなく動いているようだった。俺、どうしたの？ひき逃げだって通りがかった人が見つけてくれて、とにかく無事でよかった。ポロポロと涙をこぼす早苗。ああ、眠いな。眠って、大丈夫。家のことも心配しないで。今は自分のことだけ考えて。早苗の言葉にありがとうと答えながら、俺はまた意識を手放した。2ヶ月ほどの入院生活。骨折などは完治したが、一つだけ問題が残っていた。左足に軽度の麻痺が残り、うまく歩くことができなかったのだ。医師の話では、事故の後などに時々見られるものらしい。リハビリを重ねれば良くなる可能性もあるそうなので、退院後も週何回か通うことが決まった。2週間の自宅療養中、あと数日で職場に復帰となった頃、いつものように座って洗濯物を畳んでいると、同僚からの着信があった。仕事中に何の用だ？ちゃんと働け。俺の軽口に対して同僚の口調は重たい。鈴木、落ち着いて聞けよ。今報告があって、うち倒産だって。苦しい時間の後ろには嬉しい時間がついてくる。世界がぐにゃりと歪んだように感じた俺の頭の中には、母親の言葉がぐるぐると回っていた。ひき逃げにあって左足が不自由になって次は倒産だって？苦しい時間ばかりじゃないか。その後受けた説明によると、経理担当の男が会社の資金を横領し、銀行から借り入れた分まで全て持ち逃げしたそうだ。運転資金を失った会社はあっけなく倒産。俺たちが入っていた社宅も年内に退去しなくてはならない。社長が尽力してくれたが、退職金も微々たる金額だった。ごめん早苗。事故の次は無職だ。どっちも誠の責任じゃないでしょ。ちょうどパート先から勤務時間を増やしてほしいって言われてたし、大丈夫よ。ああ、すまない。失業保険はすぐにもらうことができたが、これも長く続くわけじゃない。俺はすぐに求職活動を始めた。リハビリの合間を縫っての求職活動はなかなかうまくいかなかった。面接までこぎつけても、結局杖をついた俺の動きを見て苦い顔をする人が多い。まだリハビリが必要だと言えば、直してから来た方がいいとやんわり追い返される。でもそんなのはまだいい方で、中には障害者を雇う気はないとひどい言葉を投げつけてくる面接官もいた。今日の会社もそうだ。入室して着席する間もなく履歴書が突き返された。さよ、それ持って帰って。時間の無駄。狭いアパートに引っ越して、無職で体が不自由で、今の俺はなんて情けないんだろう。もう疲れてしまった。何枚履歴書を書こうと、何社の面接に行こうと、この足を理由に断られてしまう。デスクワークならできると思ったが、リハビリのためにしょっちゅう休む人間を雇ってくれなんて、やはり無理な話だ。もう、俺の心はどうしようもないほどに悲鳴を上げていた。入社した時に入った保険は今も継続している。二人を泣かせることになるかもしれないが、いっそ母ちゃんのところへ。激しく車の行き交う道路に足を踏み出そうとしたその瞬間、おっと、すみません。
俺は誰かに腕をつかまれて歩道側に引き戻された。いやー、危なかった。転びそうになったところにあなたがいてくれて助かりました。そう言いながら笑う男性。なんだか気が抜けてしまった俺は、そこの公園で少し休もうという男性の誘いをおとなしく受けることにした。男性は横にあった自動販売機で缶コーヒーを買い、俺に渡してくれる。何か心配事ですか？遠慮がちに聞いてくる男性。やっぱり俺がしようとしていたことにこの人は気がついている。でもきっと二度と会うこともない人だ。そう考えた俺は事故に遭ってからのことをすべて話してしまった。ひどいなあ。その履歴書を見せていただいてもいいですか？じっくりと話を聞いてくれた男性の問いかけに、俺は紙くずとなった履歴書を見せた。まったく、履歴書一枚仕上げるのって大変なのに、他人の苦労を全く分かってないなんて、そんなところこっちからお断りですよね。履歴書のシワを伸ばしながら、自分のことのように怒ってくれる様子に、少しだけ心が軽くなっていくのが分かった。まあ、会社側からすると、私の存在がお断りなんでしょうし、すみません。長々と恥ずかしい話を聞かせてしまって。鈴木さん、鈴木誠さん。はい。明日お時間ありますか？俺の履歴書に目を落としたまま、男性はそう言った。次の日、昨日の男性、榊さんから告げられた駅前で待っていると、一人の男性から声をかけられた。車に乗って連れて行かれた先には大きいビル。その後に通されたのは、俺でも聞いたことがある老舗の文房具メーカーの社長室だった。お待ちしていました。私も座らせてもらいますから、どうぞかけてください。社長は外出中ですが、この部屋を使うようにと言われていますので。はい、失礼いたします。榊さんの言葉に甘えて、大きなソファーに腰を落とす。秘書なのだろうか、一人の女性が奥から現れて、俺と榊さんの前にコーヒーと茶菓子を置いてくれた。やっとお会いできましたね。消え入りそうな声でその女性がつぶやいた。驚いて顔を見ると、なんと涙まで流している。私、野口静江です。亮の母です。あ、え、お母さん？うわ、すっかりお元気そうで。本当にあの時はありがとうございました。何のお礼もできないままで。お礼なんて、それより静江さん、なぜここに？そこからは泣きじゃくる静江さんに代わって榊さんが説明を引き受けてくれた。静江さんと亮はずっと俺に会いに来ようとしていたらしい。いつかの話の中で就職先を口にしたことがあったらしく、亮がそれを覚えていたそうだ。とはいえ、何も告げずに去ったのだから会うのは迷惑なんじゃないか。もう関わりたくないんじゃないか。そんなことを考えているうちに10年もの月日が流れてしまった。その間に体調が良くなった静江さんは仕事関係の縁で榊さんと出会って結婚。そして榊さんが父親である現社長の後を継ぐため、数年前に本社があるこの町へと戻ってきたらしい。鈴木さんのことは何度も2人から聞いていたし、履歴書のお名前や年齢でもしやと思って、よかったご本人で。私もご迷惑かなとは考えたんですが、迷惑なんてそんな、嬉しいです。俺、いや、私は
ただお別れの時に泣くのが恥ずかしかっただけです。亮は元気ですか？ええ、元気に高校に通ってます。その後も思い出話に花が咲き、あっという間に時間が過ぎてしまった。あ、俺つい楽しくて。すみません。お会いできてよかったです。呼んでくださってありがとうございました。榊さんに向かって頭を下げる。きっと榊さんは俺と静江さんを会わせたかっただけなんだろう。亮にも会いたかったけれど、元気だと知れただけで満足だ。そうですね。長い時間を吹き止めして申し訳ない。ところで鈴木さん、苦しい時間の後ろには嬉しい時間がついてくるって決まってるんでしょ？意味がわからずポカンとしている俺に榊さんは続けた。我が社にはいつから来てくださいますか？あの日から数週間、俺は営業部の一員としてあの会社で働くことになった。今日はぜひ住むようにと準備してくれた一軒家への引っ越しだ。息子の学区が変わることには躊躇したが、当の本人は新しい友達が増えると大喜び。家賃補助もあるし、会社にも近くなってありがたい限りだ。引っ越し業者が帰り、しばらくするとインターホンが鳴った。玄関の中が荷物であふれていたため、縁側のある庭の方へと回ってもらう。縁側に出ると、庭には榊さんと静江さん、それから可愛らしい女の子がいて、その後ろには大きなコンビニ袋を両手にぶら下げた少年が立っているのが見えた。誠兄ちゃん、お弁当とプリン、今日は俺が買ってきたよ。亮の言葉に俺が泣きそうになったのは言うまでもない。主人がお世話になっております。妻の早苗と息子の亮です。よろしくお願いいたします。言葉を詰まらせる俺に代わって挨拶をしてくれた早苗。それを聞いて目を丸くしているのはでかい方の亮だ。亮？俺と同じ？ああ、同じ。さすがに漢字は違うのにしたけどな。少し気まずくて、照れくさくて静江さんの反応を伺い見る。静江さんは榊さんと微笑み合った後、連れていた女の子を俺の前に進ませた。多分、うちの亮と同じくらいの年頃だろうか。はじめまして。お名前は？俺の言葉ににっこり笑って、もじもじしながら口を開く女の子。榊誠。誠？静江さんがうんうんとうなずいて涙を流しながら笑っていた。偶然の出会いがこんな風に今へとつながるなんて誰が想像できただろう。あの時亮を抱き起こしていなければ、あの時榊さんに引き戻されていなければ、こんな瞬間を、嬉しい時間を過ごすことはできなかっただろう。そっか、おじさんも誠って言うんだ。同じだね。苦しい時間の後ろには嬉しい時間がついてくる。母ちゃんの言葉は間違っていなかった。庭の隅にある桜の木はたくさんのつぼみをつけて、今か今かと花咲く時を待っている。きっとこの先何度もここで美しい姿を見せてくれるだろう。俺に向かって弁当を差し出す亮の笑顔に思わず涙があふれてくる。みんなで食べた弁当はいつかのように少しだけしょっぱい味がした。